和室の障子や襖などに代表されるような住宅の開口部に設置される開閉可能な仕切りが建具です。友国三郎さんは道具にこだわって建具製作を続け、現代の名工や東京マイスターとして認定された匠です。これね、建具はね、組んだら見えなくなるほどの部分が一番難しいんですよ。隙間なく、どこもここも隙間なくピチッと組むのが一番長持ちしますよね。見えるとこだけついて見えないところが空いてたんでは早く傷むんですよ。そこですよね。だからどこもここも全部まっすぐに取るという修行、あるいは刃物を切らすことによって建具が長持ちする、きれいにつきますから。刃物が切れれば無理にさらったりなんかしてるわけじゃない。木の細胞もあんまり傷まずに加工できますんで長持ちするんだと思いますよね。例えばこういうふうにね、のみで組子がこう刺さった時にきれいにつくようにいらない部分をまた掃除してるんですよね、のみで。友国さんは建具の製作で使用するカンナなどの道具を自身で製作しています。カンナの台を自分ですげた人ってそんなに数多くないですよ。でもね、やっぱりやってみると既製品で買ってきた道具がですね、台がねじれがくるんで使えなくなる木があるんですよ。そういうのは台をすげ替えなきゃいけないですよね。その次に自分ですげる。そうですね、組子はこの几帳面というね、絵手几帳という面なんですが、この几帳をしっかりと出すっていうことですね。きれいにカンナかけ損なってダラダラになっちゃう場合があるんですよ。同じ位置でちゃんと引いていかないとこの几帳面がずれますから。だらけないようにね。やっぱり一番大事じゃないですかね。木を扱う人は基本として刃物が切れなきゃ進まないですよ。だから自分で切れるように直せるっていうのは大きな武器になるんですよね。人より切れるようになれるんですから、やれば。いや難しいですよ。切れる切れないっていう見極めができないと油に入れることもちょっと無理ですから、その判断をできないといけないし、でそれもね、道具屋さんから教わるのももちろんいい勉強になりましたよ。でさらに自分でやってみることですよね。ダメになってもいいんでやってみる。いやいや、もうそれはね、いやいや面白いとかなんとかっていうのはもう、いやだからうまくいかないことの積み重ねですよ。本当にまず下手くそだなと思いますよ。満足したら終わりじゃないですか。ものづくりはやっぱり満足がないんじゃないかね。自分がいなくなって評価どうのこうのっていうのはちっとも気にはしませんよ。だけど職人っていうのはものが残りますからね。それだけは面白いんじゃないですかね。